Hey guys! こんばんは。リリーチャンネルネイリストのゆかです。今日は桜のネイルアートをやっていこうと思います。桜は形が2つありまして、私がやっている方のこの形と、ちょっとね私自分でやったんで汚いんですけど、あとはこっちの形ですね。こちらの形、こちらの方がポピュラーで海外では人気かなと思います。うちのお店だとこっちの方が人気があります。大人っぽくてそこまで和にならないので。そしてこちらの方は少し奥行き感も出しています。こちらのシンプルのフラミンゴピンクを塗っていこうと思います。ではこちらのデザインなんですが、カラーリングをした上にこういった感じのキラキラをのせていきます。ただ単にこれをのせるのではなくて、桜をどの辺につけていきたいかっていうのを考えながらのせていきます。で、桜をのせたところ、桜をのせるところとその周辺を白く吹いていくので、その周辺は若干そのキラキラ感がほぼほぼ出なくなってしまうんですね。なので桜をのせるところっていうのをちょっと考えて、桜をのせるところとその周辺、この辺を考えながらのせていきます。ベースにクリアを塗布します。で、薄く塗布したら、こちらをのり代わりで塗布したら、こちらのキラキラをのせます。この辺とこの辺ですね。そして周りに少しキラキラが見えた方が可愛いので、こんな感じで塗布していきます。ちょっと横から見ていただいて、こう飛び出ることのないように、角が立つことのないように、入れてライトで入れて硬化します。仮硬化したら次はコーティングをしていきます。コーティングはそんなにたくさんではなくて大丈夫なので、こちらではノンワイプのトップを使っていきます。そしてこちらの上に桜のデザインを載せていくんですけれども、桜のデザイン、もともとマスキングはもうこういう感じになってます。少しこう切れ目がいろいろ、こう桜の形に切れ目が入っているのがわかるかなという感じなんですが、これをこちらのテープで取るとこんな感じになります。もちろんそのままここからこう一個一個取ってつけていってもいいんですけど、その前に少しこちらにバフをかけちゃいます。こんな感じになります。そしてメインの大きいもの、大きい桜を入れていきます。私は一度ここから外して適当にこちらの方に乗せてから、それからバランスを見て乗せていくというパターンですね。粘着面こう間違えないようにしてください。
粘着面間違えるとそのエアブラシを吹きつけた時にブワーって飛んでちゃうので、そして私は手で押しちゃいます。こっちはまっすぐ入れようかなと思います。こちらとこちらの花びら、1枚目の花びらをここと考えるんですけれども、その1枚目の花びらは角度が違う方がデザイン的に綺麗だと思います。そして1本ちょっとこう外してあげる。風に吹かれて1枚だけ花びらが飛んでっちゃったみたいな感じの構図を作ります。こんな感じですそしたら私は普通のエアブラシを使います。私が使っているのはエアテックスの XP の729番使っています。そして絵の具ですね。絵の具はもうちょっと買い替え時なんですが、今はこちらを使っています。スーパーホワイトですね。ちょっとねやっぱり顔料が沈んできてしまってちょっと濃度が濃くなってきちゃったんですよね。なので少しこう使いづらいなという感じがあります。そして試し拭きをします。こういった紙とか用意しておいて、ちゃんとこうエアが出てるか、そして絵の具が飛び散ってないかっていうのを確認してから拭いていったらいいと思います。私は中心から拭きます。こんな感じです。でこれは小さいのでそこまで動かさなかったんですけど、最初はちょっとくるくるっと動かしてあげて、花びらですね、花びらを描くようにちょっとこう周りを拭いてあげるといいかなと思っています。で使い終わったら白をしっかり抜いてください。そして水を通してあげてください。はい、では出来上がったのでこちら取っていきます。こんな感じで仕上がりです。そして真ん中のところに、例えば先ほどのこちらのアートはこちらナゲットですね。こういったナゲットを真ん中に入れているんですけれども、ナゲットじゃなくてスタッツでも全然いいです。ブリオンとか、あとはこういったスタッツですね。私は今ネイルパートナーさんのスタッツがとっても気に入っているので、そちらを使っています。なんとなくこう擦れてもこう黄色くならないっていうんですかね、なりにくいので、私はネイルパートナーさんのが今気に入っています。そしてそれをつけるのにこちらを使っていきます。やっぱりこう手を加えて細かいことをするとネイルアートってとっても綺麗になりますよね。ちょっと面倒くさかったりはするんですけど、その面倒くささを乗り越えるととても可愛いアートになります。
クリアをのせるとこんな感じです。このグラデーションの部分がとても綺麗に見えます。で、私は個人的になんですけど、エアジェルとこのエアブラシは使い分けていて、私は結構エアブラシをこういう繊細なアートには使うことが多いです。で、こちらのちっちゃい方はあまりこう5個とか乗せちゃうとちょっと気持ち悪くなっちゃったりとかするので、こっちはバランスを見て3つだけにするとか、あとはサイズを変えるとかですね。今日はそのまま同じサイズでやっていきます。こんな感じです。で、仮効果が終わりました。ではこちらにトップを塗っておしまいです。こんな感じで仕上がりました。では1つ目の桜はこちらで終わりになります。ナンバー2ではこちらの花びらの桜を作っていきたいと思います。ではナンバー2も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。